んにちは。今日も見に来てくれてありがとうございます。アビです。今日私は東京都大東区にある上野動物園に向かっています。上野動物園は道路を挟んで西園と東園に分かれているので、今日は西園から向かいたいと思います。上野動物園は上野公園の中にあるので、西園に一番近い上野駅の不忍口から出て動物園方面に向かってしばらく歩きます。上野公園に入ってすぐのあたりで小さめのクリスマスマーケットが開催されていました。今日はとりあえずパンダさんに会いたいので、一旦クリスマスマーケットは無視して進みます。園内にあるマップを見ても西園から入園したことがなくて、入り口がちょっと分かりにくかったんですけど、 Google マップで方角を確かめながら進んだらなんとか到着できました。入園料は大人600円、中学生200円、小学生以下は無料です。お願いします。ありがとうございます。2025年12月現在、日本でジャイアントパンダに会えるのは東京の上野動物園だけで、双子のシャオシャオとレイレイの2頭がいるけど、この2頭も2026年の1月下旬には中国への返還が決まっています。ベビーカーはパンダの展示エリアには持って入れないみたいで、途中で置いていくようにアナウンスがありました。私が会いに行った時はまだお外でパンダちゃんたちを見れたんですけど、12月27日以降、検疫に伴い室内展示のみになっているみたいです。今はシャオシャオの自由観覧が中止になっていて、シャオシャオとレイレイそれぞれの観覧エリアを複数に区切って、係員さんの誘導により1分程度で移動する方式になっています。1月12日までのパンダさんの観覧は、観覧希望日の1週間前の正午からウェブで先着順の予約が必要で、入園時 QR チケットの提示の際、運転免許証やパスポートと本人確認書類が必要です。1月14日から1月25日、最終観覧日までの観覧チケットは抽選で、それぞれ抽選申し込み受付期間が細かく分かれているので、気になった方はネットで調べてみてください。ケロケロ。どこからどう見ても小豚かウリ坊に見える首輪ペッカリーさん。西園の奥の方にある小獣館に入ると、ネズミとかお猿とかマヌルネコとか小さい種類の生き物がたくさんいました。マヌルネコといえば、井の頭動物園のマヌルネコちゃんが沖縄に引っ越したっていう噂を聞きました。小獣館はワンフロアだけじゃなく地下もあって、地下には夜行性の生き物がいっぱいいました。ガラゴさんを映したかったんだけど、暗すぎてピントが合わない。小獣館を出て歩き回ると、みんな大好きハシビロコウを見つけました。私、上野動物園には来たことあると思ってたんだけど、全部ちゃんと回ったことなかったのかも。不忍池はカラスの多い木しかないと思ってたんだけど、ワオキツネザルとかカメもいるみたい。
お猿エリアにあるアイアイ館の館内は撮影禁止で、中はかなり暗くてアイアイがたくさんいました。アイアイは暗闇の中で見るとかっこいい感じで、ヨーロッパとかの建物にあるガーゴイルっぽい見た目でした。アイアイ館の横の爬虫類館はめっちゃ広い温室って感じで、絶対来たことなかったと思う。めっちゃ巨大なワニとかアロワナとか、温室内もおしゃれでワクワクポイントが多くて、入ったことがあったら絶対忘れない気がする。日本では3頭のガラパゴスゾウガメが飼育されていて、そのうちの2頭が上野動物園にいるらしいです。1頭はバックヤードで暮らしていて、みんなが見れるところで暮らしている子は太郎くんって言うんだって。爬虫類館の中には触れる子はいなかったけど、外に触っても良さそうな子がいたよ。コモドドラゴンっぽいけど、なんて生き物の像だろう。パンダの待ち列のあたりに東園につながるスロープがあるので向かいます。ところで今月のネイルめっちゃ可愛くないですか？はにゃ。東園に入ってすぐのところにはレストランがありました。白クマとアザラシの水槽は下から覗けるようになってたんですけど、誰もこっち側には来てなかったです。あと悲しいことにゴリラとかトラの展示時間は15時半までみたいで、たどり着いた時にはもう見れなくなってる子が多かったです。ゾウさんの展示時間は16時45分までとは書いてあったんですけど、屋外にはいなくて結構見にくい感じで室内にいる子が見れるようになってました。上野動物園って日本最古の動物園らしいんですけど、他の動物園と比べて銅像がいっぱいあったり、爬虫類エリアとかあちこち豪華でさすがだなって思いました。あとびっくりしたのが、マップに五重塔って書いてあって、京都のやつのレプリカかと思ってたら、しっかり重要文化財でした。五重塔は一つじゃないんだって勉強になりました。日本から最後のパンダがいなくなるまであと1ヶ月。寂しすぎる。パンダちゃんたちの観覧についての詳しい情報はホームページ等をご確認ください。ということで、今日も最後までご覧くださりありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。また見に来てください。バイバーイ。